こんにちは。今日は自宅でのオンラインレッスンで実際に何か変化が起きるのかということについて、終鉄オンラインの実例をもとにお話ししていきます。僕の中でですね、このオンラインクラスっていうの重要度っていうのはめちゃくちゃ高いんですね。もちろんオンライン会員さんにとってもそうですし、自分にとってもですし、稽古会の会員さんに向けての家でできるトレーニング方法、トレーニングコンテンツを教える教材としてですね、めちゃくちゃ今重要視しています。その辺についてもね、これから触れていこうかと思います。オンラインクラスが開始して2年と3ヶ月ぐらいですかね、経過しました。こうして無事に続けられてきたことには、僕にとっても非常に感慨深いものがあります。これまでの期間を振り返ると、最初の頃は何もかも手探りで、オンラインでの指導という新しい挑戦に大きな不安を感じていました。対人での稽古とは違って、どのようにして会員の皆さんの成長をサポートできるか、試行錯誤をずっと重ねてきました。よくオンラインのクラスで何か効果が出るのかと、本当にね、体が強くなるのかという疑問を持たれる方がいらっしゃいます。僕もクラスを始める前はその点に大きな不安を抱えていました。直接対面で教えることができないので、画面を通じて行う鍛錬、これがね、本当に皆さんに効果をもたらすのか、会員の皆さんに本当にその実感を持ってもらえるかっていう、そのことをずっと考えていました。これを考えることによって、僕自身の技術体系の理論化っていうのがとっても進んだのはまず間違いないです。この2年間会員さんたちと一緒に進んできて分かったことがあります。それはオンラインでも真剣に取り組んでいる方々に限っては確実に成果を出しているということです。例えばもう初期からの会員さんでね、漁師をされている方がいらっしゃるんですけれども、その方はかなりの重労働を日々こなしています。で、もともとかなりひどい腰痛持ちだったそうですが、クラスでの鍛錬を続けた結果、腰痛が本当にすっかりなくなってしまって、他の漁師仲間と比べて圧倒的なね、パワーというか力を発揮できるようになったと嬉しそうに報告この間いただきました。決して大柄な体格ではないのに、他のね、漁師さんが何人かで協力して運んだりとか、そうやって連携してやっているようなものを、その方はね、自分一人でそういうのをこなしてしまったりとか、僕もその話を聞いてね、非常に驚きました。また、厳しい自然環境の中で肉体労働をされている別の会員さんもいらっしゃって、周りの大柄な人たちと比べても驚かれるような自力の強さを発揮するようになったそうです。この方もね、非常に細身で、シャープな体つきなんですけれども、オンラインクラスで鍛えた体幹とか筋肉を生かして仕事の負担が大幅に軽減できたということをおっしゃってました。こうしたフィードバックをいただくたびに、オンラインクラスでもここまでの効果が出るのかと改めて感動しています。もちろんただオンラインで映像を見ているだけでは効果は全く出ません。実際終鉄オンラインクラスのトレーニングは非常にハードです。すべてハードというわけではないですけれども、姿勢を丁寧に作っていくような稽古もありますけど、体幹の深層筋をしっかり鍛える筋肉トレーニングのようなものも非常に多くて、また時には息が上がるような非常に激しい動きも取り入れています。僕自身も次の日まで疲労が残るぐらいハードに取り組んでいる内容ですから、会員さんがどれだけ真剣に取り組むかというのが鍵になります。サボるも自由、頑張るも自由です。しかしオンラインという場であえて自分を激しく追い込んでいくっていうのは非常に強い意志が必要であり、ある意味普通の対面稽古よりも難しいことかもしれません。でもその分2年以上続けている会員さんたちは、間違いなく自分の体に嘘をつかない成果を手にしています。実際長期の会員さんたちが感じている変化についてアンケートを取ったり話を伺ったりしてきました。まず最も多い返答がひどい腰痛が治ったというものです。これはね、もう昔からよく言われていますね。その他の変化の傾向としては、力が強くなった、あとは肩こりがなくなった、あと疲れにくくなった、あとは分かりやすくはウエイトトレーニングの重量が上がった、あとは打撃力が上がったとか、
おおむねこういう変化を感じる方がほとんどです。日常生活や仕事においてもパフォーマンスが向上しているっていう報告は、とっても嬉しいですね。これは稽古会に参加している会員さんへのメッセージです。いつもね、ずっと僕が口酸っぱく言ってますが、稽古会で対人稽古をしているからといってそれだけで強くなることはありません。終鉄は、強くなるテクニックを学ぶ場ではなくて、体を強くする鍛錬を学んでいき、それを実践していく場です。対人稽古で課題を見つけて、それを家に持ち帰って毎日鍛錬することが一番大事です。家稽古も、対人稽古も、これも両方が絶対に必要です。稽古会の会員さんはぜひ稽古に来て練習するだけではなくて、オンラインの鍛錬っていうのをぜひ有効活用して、道場での稽古で安心しきってしまわないようにしてください。そして僕自身もこの2年間で学んだことがあります。それは良い鍛錬方法を提供し続けるために常に研究を重ねることが大切だっていうことです。実際これはオンラインでも稽古会でも同様ですが、2年前とか1年前に比べてかなりのアップグレードを繰り返していますので、稽古メニューも相当変化進化を重ねています。おそらく終鉄では半年ぐらい稽古を休んだりしたら、久しぶりに参加した時にはもう知らない稽古ばっかりになってしまうっていうぐらい進化のスピードは速いと思います。会員さんたちがどれだけ成果を出せるかというのは、僕がどれだけ良いトレーニングを提供できるかにかかっています。だからこそこれからも進化を続け、より効果的なメソッドを開発し続けていこうと思っています。オンラインクラスは決して一朝一夕で成果が出る、感じられるものではありません。半年や1年では大きな変化というのは感じられないかもしれませんが、人の体っていうのはね、少しずつ変化していくものです。いつもやっている棒で床を押す、姿勢が乱れないようにこうもたれかかったりしないようにすることと、力を加えるその反発が必ず体の体幹に来るのを目指して、力の出し方工夫してやっていきましょう。で、腕が力むと体幹来ないので、そこを注意してやっていきましょう。姿勢の集中する意識の配分としては、この体幹の方に9割ぐらいかな。腕は本当にちょっと力添えてるぐらいの感じです。稽古会とかで見てると、腕が7割8割ぐらいになってることが多いので、その力の出方をしている時にですね、後ろからグッて抱きかかえてヒュッて持ち上げると、もうふわってとんでもなく軽くなってますので、そうならないように、下に棒を押し付けてる時でも後ろから持ち抱えられたらグッと重さが出てるようにしとくことが一番大事なので、この体に集中しとくようにしましょう。はい。では、10呼吸いきます。腰もっと前に出した方がいいですね。また、癖が出てますね。そう。はい。じゃあ行きましょう。はい、ゴー。Take a breath. はい、吸って。Take a breath. 今日は壁を背中につけてないですけども、こうでっちりにならないように気をつけます。でっちりになると腰をこう反る、そういう連鎖が起きますので、でっちりにならないように。Take a breath. 息を吐くとき、しっかりともう吐き切るようにしましょう。Take a breath. 9. Take a breath.
Take a breath. 鼻から吸って、口からしっかり吐き切ります。はい、じゃあこのまま、あぐらをかいてですね、ちょっと久しぶりに。現在、10月度の新規クラスを募集しています。カリキュラムの都合上、入会のタイミングが限られていて、随時お申し込みいただけるわけではないんですけれども、今回は10月スタートのクラスを今月の25日まで受け付けています。お待ちいただいていた皆さんには本当にお待たせいたしました。ぜひ、今のうちにホームページで詳細をチェックしていただければと思います。次回の新規募集はおそらく来年に、年明けてからになると思いますので、興味のある方は早めにお申し込みください。自分なんかにできるかなとか続くかなっていうそのハードさに耐えられるかなっていう不安をお持ちの方もいると思うんですけれども、これはね、自分のペースでやっていただければ大丈夫ですし、できるものだけやってみるっていう感じでも全然いいと思うんですけれども、とにかくね、本気で継続して続けていける覚悟があるかっていうのが一番大事ですね。本気で取り組みたいという方は、ぜひお申し込みをお待ちしています。以上です。ありがとうございました。